こんにちは。大工のシャイアンです。今回はこの玄関ですね。このコンパクトな玄関をより使いやすく、可愛く仕上げていきたいと思います。今回のこのお宅の玄関はね、今まで建てた中で1位、2位を争う狭い玄関です。小さな可愛い玄関なんですけども、これをね、なんとか工夫してね、かっこよく機能的に使えるように作っていきます。床はもともと貼ってありますからね、今回は天井から貼っていくようになるんですけども、階段がね、玄関の天井部分に少し斜めに出てくるようになります。ですから複雑な天井の形になります。面積はね、もう廊下と玄関のタイル部分入れて畳2枚ぐらいのスペースになります。でも複雑な形をしてるんでね、無理な貼り方になるんですけどもね、できるだけこのボードを継ぎ手が少しでも少ないように、隣のトイレの天井もね、兼用して貼ってきます。葉っぱ折れますよ。天井のボードもね、さすがにこの真ん中をね、これだけ描きますとなかなかこの一人で支えるってことができませんよね。お助け棒も垂れてしまえばいけるんですけどね、もう収めてそれを2つに分かれてるような形なんで、これだけは息子に持ってもらったんですけどね、基本何でも一人でやらせるんでね。天井が晴れたんでね、今度は壁をやっていきます。階段のこの上り口といいますかね、1段目の上ですよね、そこの階段の上がり戸までアーチにします。廊下のこの途中でね、アーチするのよく見ますけども、階段のアーチ上がるときはいいんですけどね、降りるときにちょっとこの圧迫感があるんですけども、お客さん来てみても玄関からのこの眺めで見ますから、アーチにすればまあ可愛いのは可愛いですよね。正直作るのはね、ちょっと難しいんですけどね、自分は M クロスで作ります。で M クロスを仮り合わせしてね、そして高さを合わせて、そしてこの2枚をきちっと同じ高さで組み合わせてね、そして一度にジグソーで切ります。そうすればね、絶対にねじれたりずれたりすることはないんでね、その方がいいかな。前のこの現場もね、こういうアーチやったんですけどね。壁材に使う M クロスってね、そう硬いベニヤではないんですけども、なかなかこの2枚合わせてね、ジグソーで切りますとスカッとなかなか1回ではいきませんよね。でこういう時にね、この R の修正には単なる反り台があると一番いいんですけどね、なかなか前もってね、これを持ってこないっていうのがもう悲しいところですよね。そんな時はね、ノコ先を持って R 修正したり、金のこう組み合わせたようなコード削りありますよね。ああいうので削りますとね、かなり精度よく R 作ることができます。金が一番いいですけどね。
R の部分をねボードで作った場合ですとね、しっかりとした R の下地がいるんですよね。でも M クロスベニヤ系でこの作るってことでね、 R 自体が 12mm の下地になってくれます。真柱を真ん中にちょっと入れてあればね、しっかりとした R の下地が壁材でできるってことですよね。そして下刃に自在のベニヤを貼ります。 12mm の正式な名前はちょっとわからないんですけど、自在に曲がるベニヤですよね。これもね、前はもっといいベニヤあったんですけどね、この頃もうラベニヤのこの材質って悪くなりましたよね。赤い硬いこのベニヤでね作ってあるんですけど、アクが出なければいいんですけども、ラワン材ってなかなか入ってこないらしいですよね。そしてこの自在のベニヤをね下刃から貼っていきます。しっかりとボンドをつけてね、そして片方は壁で貼ってありますから、ベニヤが止まるようにね、ベニヤの前面でカクンとボードを変えてあります。そして片方だけをこの当てにしてビスの力を使ってね下から縫い上げます。そうすればね R にいやおなしにこのひっついてくれますよね。クロスですからね、こういう赤いベニヤを使えるんですけどね、これが珪藻土とか漆喰とか塗り壁ですとね、アクが出たりねシミになったり、赤いベニヤなかなか使えないんですよね。そうすると下刃のこの R の荒れたベニヤの部分をボードで貼りましたよね。今度はね階段を壁で隠していきます。階段下に下駄箱収納を取ります。ですから下駄箱の棚のレールですよね、それをつけたいんで三方 M クロスを貼ります。でもちろん斜めに出てますからね、この斜めの壁で出てる階段部分を隠していきます。回り階段っていうのはね斜めで隠すってことはできないんですよね。上の直階段が3段ある部分はまっすぐ下がれるんですけど、そのまんま張るってことが回り階段っていうのはできないんですね。ですから水平で今度は天井で3段部分を隠していくようになります。ですから綺麗な斜めのスカッとした天井といいますか壁にはならないということなんですね。最小限度のスペースで階段をかけて、そしてその下を最大限に使おうっていうんですからね、ギリギリね下駄箱スペースが頭なんとか通れてこれ良かったですよね。最初に高さ考えて OK やろなと思ってはいたんですけどね、だんだん階段をかけてみるとねなかなか高さが厳しかったですよね。これじゃ怖いの。このスリッパにもよるで。割とこの辺にね中にこしょ階段の方へもね靴が置けるようにね数多く靴収納できますからね。そしてその裏もこの物置にとってねだんだん狭くなるんですけども、これ以上はもう使うことができないっていうぐらい全部のスペースを使ってます。下駄箱収納部分の形ができたんで、今度は玄関の正面の壁ですね。玄関の正面にトイレがあるんですね。そのトイレの壁も圧迫感がないように斜めに取ってあるんですけども、斜めの部分の下地をしていきます。少し甘めに野縁を組んでね、そこへはめるように持っていって留めます。この斜めの部分にね一本一本野縁をこの切ってね作っていくっていうのもなかなか手間がかかるんでね、こういう場合は少し甘めに下地全体を組んでってね一度にはめてしまいます。こういう下地にはね配線が横幅つくことできないんでね、中を通してやらんとダメなんで、これはねやっぱり失敗しても大工仕事で通すようになりますよね。そして今度はもう下地はいりませんからね、この斜めの部分も壁の部分もボードで貼ってきます。
でかいんか。玄関収納でね、スリッパ入れをやっていきまなんで4す。層スリッパ入れって言ってもね、枠を組むだけなんですけどね、1足を4段、細長いスリッパ入れになります。正直スリッパ入れって今まで作ったことないんですよね。だいたいスリッパ置きってありましたよね、昔からね。で、さあ作ろうと思うとなかなかこれ、イメージがわからないんでね、ちょっといろいろ検索してみたんですけども、いろんな形があるんですよね。一番シンプルな細いステンパイプを横にこう入れてね、それにこのスリッパを引っ掛けていくように縦に4足、そういう形のスリッパ入れを作っていきます。肩くぶ出なあかんねんな。物置の入り口枠もつけます。階段の下、最後の細いとこまで物置というかね、段ボールとかそういうものを入れるそうです。最後に幅木を回ります。玄関幅木の上もね、幅木で回してあります。下駄箱の中も、もちろんこの玄関ホールも、トイレの中も階段も、この家はもうこの1種類だけで幅木を追い回してます。これで玄関できました。はじめね、ちょっと小さくて狭いかなと思ってたんですけど、下駄箱収納とスリッパ立て、物置もついてますしね、十分機能を果たしてます。以上、大工のしょやんでした。